はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。独学で Amazon 物販を進められている方も、コンサル期間が終わって自立して進められている方も、Amazon についてさらにより深く情報を学びたいときに、Amazon 出品大学でいろいろな動画を見ることを個人的にはお勧めしております。今回からこちらのシリーズでは Amazon 出品大学の動画を一緒に見ながら、私が英語を日本語に意訳していきますので、一つ一つの動画の中身、一体どういうことが語られているのか、やはり英語好きな方もいれば、英語不得意な方もいらっしゃると思いますので、アメリカ Amazon やる分には別に英語が話せなくても Google 翻訳など使いながら全然できるんですが、出品大学の英語の動画を理解するためには、やはりですね、ある程度の通訳翻訳って必要になってくるかなと思いますので、一動画、ワントピックで話をさせていただきたいと思います。ちなみに Amazon の出品大学どうやったらたどり着くのってことなんですが、まずセラーセントラルにログインしていただいて、これテスト用のただのアカウントなんですが、こちらですね、パフォーマンスタブの一番下に Amazon 出品大学っていうのがあります。そこをクリックしていただくと検索窓が出てくるので、今回は知的財産権について一緒に動画チェックしていきたいと思いますから、例えば知的財産と入れていただく。そうすると、関連した動画、講義、Amazon 出品大学の講義っていうのが出てきます。その中でも今回は Amazon の知的財産ポリシーを理解する、こちらの動画を一緒に見ていきながら内容を腹に落としていきましょう。ちなみに今回の動画で大切な英単語っていうのが2つ出てきます。英語流した後に日本語で意訳をして注釈も話して、また英語を流すっていう形で進めていきますので、この4つの単語だけは覚えておくと便利かなと思います。なぜならば Amazon の著作権侵害の例えば警告みたいなものっていうのは英語で届くんですね。その際にもちろん Google 翻訳で翻訳すればいいんですが、この4つの単語を知っておくだけでもものすごく理解しやすくなります。まずはコピーライツ。日本で言うと著作権ってものですね。次にトレードマークス。日本で言うと商標登録、商標権ってことです。で、3つ目、パテントって呼ばれる意匠権ですね。で、最後、Infringement。これは侵害っていうものです。なので、何々の侵害みたいな形で、正式な言葉だと、Infringement っていう言葉がものすごく多用されますので、ぜひその点、腹に落としておいていただければなと思います。あともう一つキーワードを付け加えるとしたら、こちらですね。Intellectual Propertyっていうキーワードなんですが、これが日本語にすると皆さんよくご存知の知的財産権になります。要するにこのコピーライト、トレードマーク、パテント、日本で言うと著作権、商標権、意匠権っていうのはすべて IP ってビデオの中だと何度も言ってますが、知的財産権 Intellectual Property に入るということで腹に落としておいていただければなと思います。で、早速始めていく前に一つだけですね、告知といいますか皆さんにお知らせがあります。この動画の下にも文面貼らせていただくんですけれども、今回のような形で Amazon 出品大学の英語のビデオを私が翻訳させていただきます。基本的なやり方っていうのは今お伝えした通りなんですけれども、もしこの動画っていうのの意味がわからないだとか、こういったことについて関連の Amazon 出品大学の動画の内容を知りたいっていう方はですね、ぜひこの動画だけではなく、どの動画のコメント欄でもいいんですけれども、希望の Amazon 出品大学のページの URL、希望ページの講義名、トピック名、そして希望理由っていうのをコメントで書いていただければ、優先的にその英語のビデオの内容を私が当然なんですけど無償で翻訳させていただきますので、ぜひね、コメント欄活用していただき、この動画が知りたい、こういった内容が知りたいっていうことを書いていただければなと思います。例えばこちらであれば、この URL を私にお送りいただくか、ちょっと URL を送るっていうとね、なんか少し違和感があるというか、なんかちょっと怖いなって思ってる方はですね、この Amazon の知的財産ポリシーを理解するっていう、この動画について、英語を日本語で翻訳通訳してくださいっていう形でコメント欄に書いていただければ優先的にやらさせていただきます。当然なんですけど、自分有料コンサルの生徒さんいらっしゃいますので、生徒さんのご要望っていうのが最優先にはなってしまうんですけれども、こちらのコメント欄に関してもぜひご活用いただければ幸いです。では早速始めていきましょう。ところどころ止めながら話を一緒に腹に落としていきたいと思います。Amazon の知的財産ポリシーを理解する Understanding Amazon's Intellectual Property Policies という Amazon 出品大学の動画です。Let's go! Welcome to the video on understanding Amazon's intellectual property policies.
This module covers A. An overview of intellectual property IP policies. B. Why Amazon takes action against IP infringement claims. Note that when you sell on Amazon, you must 1. Comply with all federal, state, and local laws and Amazon policies applicable to your offerings. 2. Not violate IP rights of brands and other rights owners. It is also important to note that Amazon's policy guidelines and the content in this video do not constitute legal advice. You should consult a lawyer if you have a specific question about your IP rights or the IP rights of others. Keep in mind that this module was developed specifically for sellers operating in the U.S. and provides an overview of U.S. policies. Policies in other countries would vary. Refer to the intellectual property help pages for country-specific policies. Let us first discuss what are Amazon's intellectual property. はい、早速いきなり1分ぐらい聞いていただいたんですけれども、意訳させていただきます。こちらの動画の中では知的財産ポリシーについて説明させていただくだけではなくて、なぜそのような知的財産ポリシーを Amazon が設けているかということ、並びに動画の終盤の方で、じゃあ知的財産のポリシーに違反しているもの、要するに違反者を見つけた場合どのように対処を行うのか、またどのような対処がなされるのかということについて説明しています。ただし、こちらの動画でもあった通り、こちらの動画で今話されていた通りではあるんですけれども、要するにこれ別に法律家の話ではないですよっていうことなんですよね。だから法律的な具体的なヘルプ、何かしらの手助けが必要な場合っていうのは適切な、日本でいうと国際弁護士になると思うんですが、弁護士の先生とかにそういった質問はしていただければなっていう話をしています。じゃあ早速セクション1続きを聞いていこうと思うんですけれども、What are Amazon's intellectual policy, IP policies? まず最初、Amazon の IP ポリシー、知的財産権のポリシー、ルールですね。っていうものはどういうものなのかっていうことを続き聞いていきましょう。IP policies. Amazon's IP policies comprise of 3 main categories. 1. Copyrights. 2. Trademarks. 3. Patents. 1. Copyrights. はい。早速この単語が出てきました。この単語っていうのは何かというと、このコピーライツ、トレードマークス、パテンツ、この3つが出てきました。コピーライツについてはこれから説明するんですが、著作権、商標権、そして意匠権、この3つが Amazon の知的財産権のポリシーの中に含まれているという話をしています。では早速1つ目、コピーライツ、著作権についていろいろと学んでいきましょう。Copyrights are legal protections for original works of authorship. For example, books, paintings, videos, movies, songs, etc. Let us consider the example of ABC, who is a maker of flannel sheets, and took the photos of the sheets shown here, and thus owns the copyright for those images. If another seller copies these images to use on another product's detail page without permission, they would be violating ABC's copyright. はい。まず一つ目はコピーライツ。要するに著作権についての話です。著作権っていうのは、皆さんもよくご存知の通り、曲に対する、音楽の曲に、楽曲に対する著作権だとか、あとは撮影した写真についての著作権だとか、そういったものっていうのが含まれますね。で、この例の場合は ABC というブランドが、このご自身の商品、シーツの撮影っていうのを行いました。この撮影した写真、一枚一枚には著作権っていうのがしっかりと付与されています。よって別のブランド XYZ というブランドの人がこの ABC のブランドのシーツの画像を使用してしまったら、それは著作権違反、画像の著作権違反になるという話をしています。では続きいきましょう。Typically, federal agencies put in place laws to protect rights of creators. For example, in the United States, the Digital Millennium Copyright Act, or DMCA of 1998, governs online copyrighted materials. For more information on the DMCA and other copyright laws, visit the U.S. Copyright Office website at www.copyright.gov. はい。こちらの内容についてはあんまり気にしなくてもいいことなんですが、細かい内容っていうのはこの www.copyright.government、要するに政府の機関の公式ページを見てくださいという話をしています。For resources in other countries, refer to the FAQ help pages within your Seller Central account for a specific country.
はい、こちらで話している内容なんですが、これあくまでもアメリカのアマゾンの話をしていますので、各国のアマゾン、例えば日本のアマゾンだとかオーストラリアアマゾンの話はこの動画全体に言えることなんですけれども、その国によっていろいろなルールっていうのはまた変わってくる部分もあります。ですからアマゾンのヘルプページでコピーライトだとか、日本のアマゾンであれば知的財産権だとか、あとは著作権っていうキーワードを入れて関連ページっていうのも合わせてご覧くださいという内容です。2. Trademarks are legal protection for a word or words, symbol, design, or combination of the same that a company uses to identify goods and services. A logo or a brand is a good example of a trademark. A trademark essentially indicates the source of goods and services from a company and distinguishes them from offerings by another company. For example, Amazon is a trademark we use for many of our own goods and services.はい、ここだけ見ていきたいと思います。次、トレードマークス、要するに商標権についての話なんですが、商標権は言わずもがな、簡単に言えばブランド名っていうことですね。ブランド名っていうのは、例えば Amazon というこの文字についての商標もありますし、この Amazon という文字に下に黄色の矢印がついているこの独特のデザインも含めたロゴを守るという場合もあります。商標登録の種類っていうのはいろいろな種類がありますが、基本的にはスタンダードキャラクターマーク、標準文字商標というもので取られている方が多いんですが、標準文字商標を取った場合、そのブランドのロゴのデザインがいかなるものであろうと、その文字を書いているだけで大丈夫なので、基本的には標準文字商標で商標登録を取得するっていうことがいいんじゃないのかなと思います。ちょっとね、もう少し先まで聞いていきましょう。In our previous example, the trademark ABC appears in the brand name or byline portion of the product detail page shown here. The ABC trademark also appears in the product name portion ofはい、このような形で商品ページに出品するときに自分のブランド名をしっかりと記載して、で例えばショップ名だとかブランド名をしっかりと登録したい場合はこちらに ABC ブランドっていう形でも表示されて、さらに Amazon っていうのは基本的に商品名の一番頭にご自身のブランド名を入れてくださいという基本的なルールもあります。よって私や私の生徒さんっていうのが商品を出品するときにまずエラーコード5665というご自身が使おうと思っているブランド名は確かに自分の商材についているブランド名ですよっていうことを Amazon に認証していただく必要があるわけなんですが、それはあくまでも Amazon 上の認証であって、アメリカでそのブランド名が公式に法律として保護されるっていうことには至っていません。その点っていうのは腹に落としていただきたいと思うんですね。あくまでもこちらの例に関してはしっかりと商標登録を行って、さらに言えば Amazon ブランド登録という Amazon 内でのブランドの認定も行った上で商品を売っている人の場合を話していますが、我々も別に商標登録を行わなくても Amazon ブランド登録を行っていなくてもご自身のブランドを使うことができます。ただしそれは認定ではなくって我々のブランドを認知しているだけなので、法的な効力や Amazon の中での何かしらの保護を受けられるわけではないっていう点だけ腹に落としてください。続き見ていきましょう。of the product detail page. ABC flannel sheet set King Sage. Trademarks are registered in the country-specific trademark office.For example, sellers in the U.S. should register their trademarks with the United States Patent and Trademark Office, or USPTO. The USPTO also has other helpful resources at www.uspto.gov.はい、ここまで見ていきましょう。USPTO 商標権については商標権のデータベースというのを調べることができます。それがこちらですね。USPTO というところにあるんですが、その中で Search Trademarks のところに How to use a Trademark Electronic Search System 通称テスというシステムを使って商標登録のデータベースからご自身が使おうとしているブランド名っていうのが常に登録されているかどうかを調べることができます。クリックしていただくと Trademark Electronic Search System というところが色ついてますので、こちらをクリックしていただくと。で、こちらをクリックしていただき、ちょっと
切り替えに時間がかかったりするんですが、Basic Word Mark Search をクリックします。で、この中に具体的に何かしらの商標を入れて、ライブ、現在でもその効果っていうのが持続している、法律的に守られているものっていうのを選択して、ここですね、Submit Query っていうところをクリックすると商標登録を具体的にチェックすることができます。で、商標登録に関して気をつけなければいけない話なんですが、商標登録とこの後話す意証権だとか、それがごっちゃになっている人がいます。商標登録っていうのは簡単に申し上げれば、ブランド名、その登録したブランド名がついている商品を守るというものであって、その商品自体を守っているわけではないんですね。よって、例えばアメリカアマゾンである商品が売られていて、そのブランド名が商標登録されていましたと。それと全く同じ商品がアリババで売ってたんですが、それは買い付けられませんよねっていう方がいるんですが、いえいえ、そのアリババで売っている商品に、その商標登録されているブランドのロゴがついていない場合、その商品っていうのは保護されていませんから、商標登録の側面から考えると、その商品は出すことができます。また、アリババで買い付けようとしている商品に何かしらのロゴがついていた場合、アメリカアマゾンの USPTO 上で商標登録がしっかりされていないのであれば、そのロゴっていうのは何ら問題がないロゴですので、そのロゴがついた状態で商品を売ることもできます。ただし、我々がブランド名決めて、そのブランド名で商品を出品していくわけですから、我々のブランド名とアリババで買い付けようと思っている商品についているブランド名っていうのが異なっていると、お客さんが誤解してしまいますよね。混乱してしまいますよね。なので、できればアリババで買い付けるときもロゴがついていない商材を買い付けた方がいい。もしくはロゴがついている商材の場合は、この商品ロゴのないバージョンっていうのは買い付けることができますかっていうことをアリババ業者に連絡して問い合わせてみるっていうのが大切になってきます。とにかく商標登録っていうのはブランド名がついている商品を保護しているだけであって、商品を直接的に保護しているものではありませんので、その点っていうのは変にね、怯えすぎないようにしていただくのが大切なポイントかと存じます。続き進んでいきましょ For う。 resources in other countries, check the FAQ page for trademarks through your Seller Central account. 3. Patents. Patents are legal protections for inventions. A patent grants the owner of the patent a right to exclude others from making, using, offering to sell, selling, or importing the invention into the United States for a specific number of years. For example, Amazon holds a design patent for the Amazon Echo speaker design. There are two key kinds of patents in the US: utility patents and design patents. はい。最後に意証権ですね。これが一番厄介なんですよ。意証権、パテントというんですが、意証権には2種類の意証権というのがあります。アメリカでは two key kinds of patents っていうのがあるんですけれども、2つの重要な種類の意証権っていうのが存在するんですが、ユーティリティパテンツとデザインパテンツっていうのがあります。ユーティリティっていうのは英語だと実用性だとか実用っていう言葉に訳すんですが、要するに日本語で言うと実用新案っていうことですね。実用新案っていうのをもっと噛み砕いて言うと、ちょっとした発明っていうことになります。例えば具体的に出させていただくと、お寿司を自動的に作るようなお寿司作り機みたいなのが実際アメリカだと実用新案取得されているんですが、そのお寿司を誰でも簡単に作れるというそのなんて言うんですよね、その機能を有した商材っていうのはユーティリティパテンツ、実用新案に入るわけですね。ちょっとした発明なわけですから、例えばリンゴの皮むき器なんてのもユーティリティパテンツ、発明品っていうことですよね。どこどこのエジソンみたいな感じでよく発明家の人がテレビに出るときありますが、そういう人たちが考えているのはユーティリティパテンツを取得してそれによる利益を享受しようっていうことですから、当然なんですけれども、そういったアイデア、実用的なアイデア、新しいアイデアだから新案ですね。実用新案っていうのはしっかりと守られるべきものである。もう一つはデザインパターンズっていうもので、デザインパテンツっていうものです。これはデザインっていう言葉があるのでよくわかる通り、その商品のデザインをしっかりと保護しているっていうことですね。少し前にAmazon のスピーカーのことが出てたんですけれども、Amazon のこのスピーカーっていうのは、このデザインっていうのをしっかりと法律で守っていると。だからこのデザインをまるっきり真似た、ほぼほぼまるっきり真似たようなスピーカーっていうのを他のセラーっていうのが発売することっていうのは、Amazon のスピーカーのデザイン
こちらの権利っていうのを侵害することになるので気をつけましょうっていう話です。In the U.S., patents are registered with the USPTO. Visit the website for more information and other helpful resources. For resources in other countries, check the FAQ page for patents through your Seller Central account. はい、この USPTO についてはですね、先ほど申し上げた通りトレードマークについて説明したところなんですけれども、この商標権ですね。この商標権、トレードマークだけではなくてパテンツ、意匠権についてもこの USPTO で調べることができます。ただしですね、意匠権っていうのはそのアイデアだとかデザインについてなので調べるのが非常に困難なんですね。調べることはできなくもないんですけれども、ここですね、Search Pad FT っていうところをクリックしていただいて、こちらから調べることができるんですが、見てください。文字でデザインについて調べようと思ったり、文字でアイデア、発明について調べるっていうのはなかなか難しいことではありますから、ここら辺っていうのは調べれば出てくるような話ではない。よって商標登録、ブランド名に関しては USPTO のトレードマークで調べれば誰でも簡単にこのサーチシステムですよね、検索システムで調べられるんですが、パテントに関してはですね、これね、調べようがないっていうのが正直なところなんですよ。ですから一つ留意点っていうのをお伝えさせていただきますと、ものすごくオリジナリティあふれるデザインだとか、あとはものすごくオリジナリティあふれるアイデア商品だとか、そういったものっていうのはかなり怖いなっていうのがあります。では続き見ていきましょう。In addition to information available at federal agencies, you may also refer to the help pages on your Seller Central account for more information on IP policies. Next, let us discuss why does Amazon take action against IP infringement? はい。セクション B です。後半戦になるんですけれども、今までは Amazon のこういった、知的財産権に関するポリシーについて話をしたんですが、なぜ Amazon がこのような知的財産権の侵害に対してアクションを取るのかっていうことについて説明しています。後半戦はあんまり細かく知らなくてもいい内容なので、ちょっとずつ流し見しながら一緒に簡単に訳していきましょう。Customers trust that they can buy with confidence on Amazon. Products offered for sale on Amazon must comply with all laws, regulations, and Amazon's policies. Amazon strives to protect the rights of intellectual property owners and to ensure that goods listed on Amazon do not infringe on any rights of the IP owner. はい、ここまでの内容、当然っちゃ当然の話なんですけれども、Amazon のお客さんは例えばアディダスのスニーカーを買うときに本物のアディダスだと思って買うわけですね。また実際に権利を持っている人たちも Amazon を通して販売されるような違反商品によって自身の権利が侵害されるというのは嫌なわけです。当然なんですが、ですからお客様を守るため並びに権利者を守るために Amazon はこのような違反者に対しての罰則を設けているんですよと。当然といえば当然の話なんですが、という話をこの後も引き続きしていく流れになります。聞いてみましょう。Any violation of these policies may result in the loss of selling privileges and other legal consequences. はい、ここ大切ですね。ポリシー違反した場合はどうなるのかっていうと、まず一番あるのがですね、その該当商品が出品停止になるという措置です。ここですね、例えば一番気になるのが、もし図らずしも知的財産権を侵害してしまった場合、自分は一生 Amazon で売れなくなってしまうのかっていうふうに恐れている方がいるんですが、今までの実際の例を見ている限りはいきなり一発目から Amazon のアカウントがサスペンドになる、要するに凍結されるっていう例はありませんでした。例えば具体的には何かしらのブランドのロゴがついた商品を知らずに売ってしまった。そして権利者から申告があって違反されている。要するに先ほど話したこの Infringement、著作権知的財産権のインフリンジメントとして Amazon に報告した場合、Amazon が調査を行い、この後話す内容なんですが、調査を行い該当商品を出品停止の手続きにします。基本的にはそれで済みます。また同時によくあるのが画像の著作権違反なんですね。著作権というのはこのコピーライツの話ですけど、著作権違反した場合は該当の画像っていうのが削除されます。商品の出品ページで例えば5枚の画像を使っていた場合、そのうちの1枚がコピーライツ違反、著作権違反ですってなった場合は、基本的にはファーストステップ、最初のステップとしてその該当画像だけが削除されるっていう対処もあります。そこでですね、
自分は違反したんだっていうことを腹に落として、例えば該当商品が違反して出品停止になった場合は、その商品もったいないなと思わずに廃棄、基本的にはしてください。もしくはアメリカから日本のご自宅に移送してメルカリなどでさばくっていう手もあるんですが、それなりのコストがかかりますので、在庫数っていうのが少ない場合っていうのは、その場は廃棄、諦めるという手続きを取るっていうことが大切になってきます。と同時にですね、権利者のメールアドレスっていうのが教えられますので、その権利者に対して Amazon からこのような指摘を受けて、自分自身はその商品っていうのを今後一切販売しないことを誓いますみたいな文面っていうのを送ってもいいとは思います。ただマストではないです。なので、知的財産権を違反してしまった場合、特に画像の著作権違反と、あと商標違反ですね、商品のトレードマークスの違反、これを行ってしまった場合、Amazon が対処を行ったら、それをしっかりと受け止め、二度と同じようなことをしないっていうことが大切になってきます。実際にアカウントが凍結してしまった方っていうのは、画像の著作権違反で訴えられたにもかかわらず、その画像をまた使用してしまった。もしくは、その商品というのが何かしらの知的財産権違反で出品できませんよっていう状況になったにもかかわらず、新たに別のジャンコード、バーコードを付与して新規出品登録してしまった。2回目に対しては Amazon めちゃめちゃ厳しいです。よって、実際にもう二度とうちで販売しないでください。アカウントのサスペンドの処理になってしまいますから、1回目で適切なリアクションを行う、対応を行うっていうことがものすごく大切になってきますね。この場合、例えば Amazon で該当商品が二度と売れなくなる、出品停止になるみたいな措置から Amazon のサスペンドの処置までいろいろあります。さらにその先に行ってしまうと訴訟、要するに裁判ごとになってしまいます。最近海外 PL 保険の話をさせていただいた通り、アメリカっていうのは州法っていうのが存在していて、賠償責任が例えば4000万、弁護士含め訴訟費用、要するに裁判費用っていうのが6000万みたいな形でとんでもない額を請求する話になりますので、ここで止めとく。しかも Amazon の対応っていうのが一番優しいファーストステップ、第一ステップの段階でそこをしっかり享受して余計な真似はしない。もったいないからもう一回売っちゃえだとか、そういった魔が差したようなことは絶対にしないっていうことがものすごく大切になってきます。誰でも間違いはあるっていうことは Amazon もそれなりに理解してくださっているので、該当商品の出品停止、もしくは該当画像の削除程度の対処で、ほとんどの場合っていうのをことを済ませてくれますから、そこの部分っていうのは焦らず適切な行動を迅速に行うっていうことを腹に落としておいてください。ここ一番大切なことになります。続き見ていきましょう。If you believe that a product, packaging, or product detail page listed by another seller is infringing on your trademark, copyright, or patent, you may report the offer or entire product detail page to Amazon. To submit a notice of infringement, you must be a rights owner or an agent with permission from the rights owner. In order to report an infringement, you should also be logged into an Amazon account and would need to submit specific information, including specifics of the IP you believe is being infringed, nature of the infringement, product, packaging, image, text on the product detail page, etc., the list of infringing products, ASINs, URLs, etc., list of infringing sellers, supporting documentation, and your contact details. はい。このような形で何かしらの侵害があったとされる場合、要するに商標登録だとか、意匠権とか著作権を取っている側がどうすればいいのかっていうと、その詳細ですね、スペシフィックス。自分がこういう知的財産権を持っている、こういう著作権を持っている、商標権を持っている、意匠権を持っているっていうことと、実際に誰に侵害されているのか、その商品の詳細や侵害している人、そして適切なドキュメントをしっかりと準備した上で Amazon に連絡を取ってくださいという話をしています。For more information on how to report a violation in different scenarios, what to include in your infringement notice, and what types of notices Amazon can and cannot accept, refer to the Intellectual Property for Rights Owners page under the Help section of your Amazon Seller Central account. Once a notice of infringement has been submitted, Amazon reviews the notice in detail before taking any action against the seller who has allegedly infringed the IP. If the notice is accepted, the reported content will be removed, and appropriate action will be taken against the responsible sellers.
These notices may lead to a loss of selling privileges or account deactivation. Amazon also offers protections for brand owners. These include tools offered by the brand registry program such はい、ここまで話していきましょう。要するに、こういう人がこういう違反をしているっていうことを Amazon に申告したら、権利者の人が申告したら、それに基づいて調査を行って、場合によってはその人のアカウントを停止したり、商品を削除したりといった対処を行い、場合によっては裁判沙汰にもなる可能性がありますよと。また同時に権利者に対しては、Amazon 側も当然ながら権利者の権利を守るような仕組みっていうのを持っています。 offered by the brand registry program. はい。それがこの Amazon ブランドレジストリープログラムなんですよね。で、これを行うことによって、実際に Amazon 上でブランド登録を行う。そして Amazon の適切なAmazon のプロテクション。保護っていうのを受けられるようにするということです。で、ちなみにこの Amazon ブランドレジストリー、Amazon ブランド登録というものについて説明させていただきますと、古くからやられている方はこの Amazon ブランド登録っていうのは別に商標登録していなくてもできるっていうふうに思い込んでいる方がいるんですが、それは一昔前のルールです。現在 Amazon ブランド登録を行うためには商標登録を事前に行っていく必要があります。当然ながら商標登録だけではなくて、他の著作権だとか、あとは衣装権についてもぜひお問い合わせいただければと思うんですが、基本的にはブランド名を守るこの商標、トレードマークスのところで、生徒さんっていうのがファーストステップっていうのを行うと思います。要するに、自分のブランド名を商標登録を行って、それを Amazon に認めてもらうというのが、まず、セラーになった人っていうのが行う最初の流れだと思いますから、この知的財産権関係に関しては。なので、こういった商標登録をしっかりと行って、で、Amazon のブランド登録を行うっていう方法があります。ちなみにこの商標登録についてはですね、実はアメリカの商標を取っていなくても、日本の商標登録を取っているだけでもアメリカ Amazon の Amazon ブランドレジストリーに登録することができるっていうことを自分の生徒さんから最近お聞きして、自分も全く存じ上げてなかったんですが、よって日本の商標とアメリカの商標って本来はというか基本的には違っていますよね。アメリカの商標はアメリカ、日本の商標は日本なんですが、Amazon ブランドレジストリーに関しては、日本の商標登録を取っている人が、そのブランド名でアメリカで出品する際も、ある程度保護することができる可能性が高いっていうことを腹に落としておいていただければ幸いです。such as Amazon IP Accelerator, which helps protect pending trademarks during the registration process, or Project Zero, a program that aims to drive counterfeits to zero. For more information on the services offered to brand owners and to register, refer to the Brand Services page. This wraps up our video on understanding Amazon's intellectual property policies. Thank you, and happy selling on Amazon. Thank you and happy selling on Amazon ということでありがとうございました。素敵な Amazon での販売をみたいな形で終わっていますね。というわけで今回は Amazon の知的財産ポリシーを理解するという動画について翻訳しながら、ただこの Amazon のルールをそのまま翻訳するだけだとあんまり実践的ではないと思いましたので、じゃあ実際どうなのかという話もさせていただきました。今回の中で一番大切なポイントっていうのはですね、この商標登録について理解するということだと思います。衣装権については理解しようにもなかなか難しいわけですので、この商標登録、ブランド名っていうのは検索しやすいですから、それについて理解するっていうこと。で、この理解することについてはですね、日本語教育学とか言語学だと過剰範化って言うんですが、実際はそこまで気にしなくてもいい部分までものすごく気にしてしまって、過剰にこの Amazon の商標のルールっていうのを解釈してしまっている方が結構多くいらっしゃいます。具体的には先ほど申し上げた通り、アリババで買い付けようと思っている商品と全く同じものがアメリカ Amazon ですでに売っていて、その商品に商標登録が取られていた。じゃあこの商品は扱っちゃいけないんだって思う方がいますが、繰り返しになりますが、アリババで売っているその商品にアメリカの商標登録の権利者のブランド名が高級的な方法、要するにカリカリやっても剥がれないような印刷だとか刻印といった方法でついている場合はもちろんその商品を扱うことできませんが、何のブランドのロゴもついていない同商品がアリババで売っている場合、その商品を買い付けることは可能です。ただし全く同じ商品がアメリカ Amazon で売っていることは確かなので、できればアメリカ Amazon で売っている商品とちょっとでも違うものを出した方が単純に売りやすいっていうのはありますね。昔相乗り出品塾っていうのが流行って、アメリカ Amazon
で売っている商品と全く同じものをアリババで探して、全く同じものを相乗りで出品しましょうっていう塾が、5年前ぐらいですか。それでもめちゃめちゃ儲かったっていう時代はありますが、現状基本的には新規出品でどんどん商品を出していくっていうのがノーマルです。スタンダードでノーマルで王道で、それ以外っていうのはもう考えない方がいい。相乗り出品っていうのは考えない方がいいです。で、その際にアメリカアマゾンと全く同じ商品をアリババで探す必要はこれっぽっちもありませんから、そこら辺も間違った教え方している塾未だにあるんですが、アメリカでよく売れている商品の類似品をアリババで探すっていうやり方を行うのが、このトレードマークだけではなくて意思権のことを考えても、パテントのことを考えても一番リスクが少ないかなと思います。繰り返し申し上げますが大切なポイントなんで、アメリカアマゾンの商品と同じもの探しをアリババでする必要は1ミクロンもありません。もちろん同じものがあるかどうかを探すっていうのは大切なんですが、それを買い付けるっていう発想ではないんですね。あくまでもアリババで見つけた商品と全く同じものアメリカアマゾンで出てるかなって、なんだろうな。商品を売るという意味ではなくてデータとして探すのはいいんですけど、全く同じもの探しを出す前提でやる必要っていうのは1ミクロンもないっていうことですね。言葉足らず失礼いたしました。同じものがあるかどうかを調べるのは出品するために調べるのではなくて、同じものがあるかどうかをただ調べるために出す。実際はアメリカアマゾンでこういった傾向の商品がよく売れてるなと思ったら、それの類似品を中国から買い付ける方だったらアリババで探せばいいっていう話です。これは日本アマゾンでも同じですね。日本アマゾンで売っている商品と全く同じもの探しをアリババでする必要はありませんと。なぜならば我々がスタンダードでノーマルで行うのはあくまでも新規出品ですから、一から商品ページを作って出していくわけですから、わざわざ同じ商品がすでに出ているのに、それと同じ商品を調べて買い付けて新規出品で出す必要がないわけです。っていう点は腹に落としていただければなと思います。というわけで、このような形で Amazon 出品大学について通訳していきます。結構長い動画になってしまうかもしれないんですけれども、しっかりとね、この内容の大切なポイントっていうのを押さえた上で、あくまでもこれっていうのは、交通法みたいなものですから、例えば車通りがほとんどないような道でも信号が赤だったら渡っちゃいけませんよねっていうのが道路交通法じゃないですか。でも実際問題、車通りが全然ない道で渡ったら危ないのっていうと、それはまた別問題になってきますよね。なのでそういった現実的なことも含めて、このような形で動画にさせていただきたいと思います。というわけで最後までご清聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。今後とも Amazon 出品大学動画シリーズ出していきますので、繰り返しになりますが、こういう Amazon 出品大学の動画、トピック翻訳してほしいという方はコメント欄にお気軽にお書きいただければ幸いです。では最後までご清聴ありがとうございました。失礼いたします。